かぶじいさん。はい、こんにちは、かぶじいさんです。今回は視聴者さんの推す長期ツーリング用テントの紹介第5弾になります。今回の動画ラストで紹介する2つのテントは、視聴者さんからコメントをいただくまでは全く私は知らなかった。しかしとても素晴らしいテントです。まさにダークホース的なテントですので、ぜひ動画の最後まで見ていってくださいね。第2弾、第3弾ではできるだけ軽い UL 志向のでも広い、もしくは設営がとても簡単なテントをフォーカスして紹介してきましたが、今回は逆にちょっと重いけど丈夫で堅牢なテント、手堅いテントの紹介になります。視聴者さんの推す長期ツーリング用のテント第1弾から第4弾は概要欄リンクからぜひご覧ください。かぶじいさん。まずはじめに、なぜこの視聴者さんの推す長期ツーリング用テントシリーズを始めたのか、そのきっかけを説明しますね。私は2022年の夏の終わりに11日間の北海道ツーリングへ出かけました。その際のツーリングの装備類一式が非常に点数が多く、大きく重くかさばる。その結果、設営撤収に時間がかかり、機動力が失われるという状況になってしまいました。そのため、その翌年2023年の北海道ツーリングでは装備類を大幅に見直して小型化軽量化を図りました。その一環としてテントをこの小さな一人用のバンドックソロドーム1に切り替えていったんです。非常にコンパクト、小型軽量のいいテントなんですが、いかんせん小さすぎてですね、私一人がテント内に入るとツーリング用に持っていった道具類一式をテント内に格納できないという事態に直面しました。北海道ではクマや鹿が頻繁に出ます。そのため食材含めて荷物類は基本就寝時にはテント内に収めるのが身を守るためのルールになってるんですが、それをやることができないという事実に直面してしまったのです。そこで次回の北海道ツーリングの時に一人がゆっくり眠れてキャンプ道具一式を全て格納できる、大きすぎず小さすぎない最適な大きさでできるだけ軽い、そういうテントを模索し始めました。そこで視聴者さんの皆さんはどういうテントを使っているのか、どういうテントをしているのかをコメント欄で募集し、そこでヒントを得ることにしたんです。これが視聴者さんの推す長期ツーリング用テントシリーズの動画のきっかけになります。私の求める理想的なテントの使用を再確認しますと、まず重量は 2kg 以下であること。2番目、収納サイズは長辺が40センチ以下であること。3番目、できればダブルウォール構造であること。4番目、1人が寝れればよい。5番目、設営撤収が簡単であること。そして6番目、荷物をすべてテント内に収納できること。これらが私の求める理想のテントの仕様です。このうち1番目から5番目を満たしているテントは世間に山とあるんですが、同時に6番目を満たすテントとなると、その候補は勢い少なくなるということが分かりました。ここに掲げた私の求めるテントの使用はあくまで理想ですので、いかにここに近いものがあるかを視聴者さんの推しテントの中から探っていこうと思います。はい、それでは視聴者さんの推す長期ツーリング用テント第5弾、ちょっと重たいけど丈夫で手堅いテントを紹介していきます。かぶじいさん。ここでテントの紹介に入る前にもう一つ話しておきたいことがあります。今までできるだけ軽くコンパクトで大きすぎず小さすぎない UL 系のテントにフォーカスしてきましたが、なぜここで重たいけど手堅い丈夫なテントにフォーカスをするようにしたかをちょっと説明させてください。とある日、大型のアウトドア用品店のテントコーナーでテント専門の店員さんと話していた時です。UL 系の極めて軽量なテントっていうのはテントの生地を極限まで薄くしてあるので、
テントを設営する場所にちょっとした鋭利な石が転がっているですとか、ささくれだった枝が落ちているとか、そういった悪いコンディションでは簡単にテントのフロアに穴が開いちゃう。そういう事態に直面するので、極めて使う上では気を使う必要がある。粗雑に扱ってると簡単に損傷してしまう。そういうリスクも覚悟の上で使う必要がある。ということを語ってくれました。聞いてて、そりゃそうだよなと思いました。で、大型の量販店に置いてある多数のテントの中で、生地の薄い UL 系のテント、デニール数が20デニールですとか15デニールの薄い生地と、いわゆるキャンプ用の UL にあまり走っていないフロア、75デニールとか60デニールといった厚手のフロアの生地を手で触ってみると、その厚さの違いっていうのは圧倒的な差を感じました。これはなるほどなと思いました。ここでテントの生地の厚さに用いられるデニールとはどういうものかというのを再確認すると、線や糸の太さを表す単位です。糸を9000メートル伸ばした時の重さが1グラムの場合、その糸は1デニールと呼ばれます。つまりデニール数は糸が太く重くなるほど大きくなるんですね。ここでデニールが違うとどれぐらい厚みが違うかを視覚的に見てわかる女性のストッキングを出してみますね。一般的な女性用のストッキングは15デニールだそうです。そしてここにある映像は25デニールから110デニールまでの視覚的なその厚みの差はもう明らかですね。極端に軽いテントっていうのは軽くするための何かデメリットを抱えているわけで、重たいテントには重たくなるだけの理由、つまり生地が厚くて丈夫だというメリットもあるので、そこは天秤にかけてどの辺を自分が求めていくのかということ、そのバランスっていうのは大事だなと思いました。で、今回は軽さではなく逆に重たいけど丈夫で手堅いテントっていうのはどういうのがあるか、視聴者さんの推しテントの中から見ていこうと思います。カブじいさん。視聴者さんの推しテント24番目はコールマンツーリングドームエア ST プラスになります。バイクツーリング用のドーム型テントとして名高いベストセラーのコールマンツーリングドーム ST というテントは皆さんがご存知のところと思いますが、今回紹介するコールマンツーリングドームエア ST プラスは、この先に紹介したツーリングドーム ST の進化版というテントになります。どこが進化したのかというと、夏場におけるドームテント内での快適性を向上させるためのノウハウやテクノロジーをつぎ込んだテントになります。テントの構造としては2本の FRP 製ポールを頂点部分でクロスさせる一般的なドーム型構造で、前室の空間を確保するための追加のポールがあります。インナーテントは吊り下げ式で、フレームの上側からフライシートをかぶせるダブルウォールの自立式ドーム型テントということになります。前室空間を広げるためのポールがある関係で非常に広大な前室があります。またこのようにテントの入り口を跳ね上げることによってタープ状の空間を作り出すことができます。この辺の構造は元祖ツーリングドーム ST から引き継がれたものになります。またこのように前室ドアは上げずにサイドフラップを開くことで雨の日でも前室を有効に使えるような工夫が追加されています。このような使い勝手の向上のためのデザイン変更というのは非常にありがたい。さすがコールマンだなと思います。このテントの目玉であるダークルームテクノロジーというのは、ご覧の写真のように左側のダークルームテクノロジーなしの一般的なテントに対して右側のダークルームテクノロジーありの場合ですね、日光を 90% ブロック、紫外線を 99.9% ブロックするそうです。これによって夏場ですね、テント内の急速な温度上昇を低減させる効果があるそうです。またベンチレーションを強化することによって快適性の向上も図られています。ちなみにこの映像にあるファンは別売りのファンです。
テントの寸法を確認してみますと、インナーテントの横幅が120センチ、全長が210センチと割とコンパクトめです。それに対して前室は奥行きが105センチ、後室も40センチということで、非常に使い勝手が良さそうです。テント内、前室内、いずれにも私のツーリング用の大きなバッグ2個を格納することができます。重量は 4.5kg とヘビー級です。収納サイズは 49cm×19cm とやや大きめですね。テントの材質を確認しますと、フライが75デニールのポリエステルタフタ、インナーが68デニール、フロアが75デニールと、いずれも厚手の丈夫な生地になってます。ラフに扱っても、ちょっとやそっとでは穴が開かなそうなテントですね。この動画を作成した2025年2月下旬、Amazon での実勢価格はセール価格 17,474 円でした。視聴者さんの推しテント、24番目はコールマンのツーリングドームエア ST プラスでした。カブじいさん。視聴者さんの推しテント25番目はワンティグリスのステラキャンプテントになります。ワンティグリスを簡単に紹介しますと、2014年に設立された中国初のアウトドアブランドです。キャンプギアやサバイバルゲーム用の各種ギアを多数出している今では大変有名なブランドです。全体的にミリタリー調のアイテムが多く、高いコスパもあってですね、最近はとても人気のあるブランドですね。今回紹介するステラキャンプテントはそのワンティグリスから発売されている2人用のシンプルなドーム型のテントになります。その構造は2本のアルミポールを頂点で交差させるシンプルなドーム構造で、室内空間を拡張するためのリッジポールが追加されています。そのポールの下にインナーテントを吊り下げ、アウターフライシートをポールにかぶせるダブルウォールの自立型ドームテントです。インナーテントは全面メッシュではなく生地が貼られており、出入り口がメッシュとフルクローズを選べます。出入り口が前後に1箇所ずつあるので通気性を確保するのも良さそうです。ポールをよく見ますと単純な一直線ではなく、天井高さを確保するためにポールの途中から折り曲げの加工がされており、壁ができるだけ垂直に近く立ち上がり、かつ天井の高さを確保するための配慮がされてます。インナーテントのサイズは横幅が130センチ、全長が210センチですので、大型のツーリングバッグ2個をテント内に格納して1人が就寝することができます。収納サイズがやや大きく50センチ ×15 センチ、重量は 2kg とそれほど重くはありません。テントの材質を確認しますと、アウターとインナーは20デニールのナイロンですね。アウターはシリコンのコーティングがされております。ボトムは40デニールのシリコンコーティングナイロンで、それほど厚くはないですが、ウルトラライトというほど薄くもない中間のところを狙ったテントだということがわかります。このウルトラライトとヘビーデューティーの中間を狙ったラインっていうのがなかなか私にとっては好印象です。2025年2月下旬の Amazon ワンティグリスの公式サイトでの価格は 21,900 円でした。視聴者さんの推しテント25番目はワンティグリスのステラキャンプテントでした。カブじいさん。カブじいさんチャンネルは還暦を過ぎた私カブじいさんがクロスカブとの出会いで人生が変わったをメインテーマにツーリング、キャンプ、ハイキング、登山、旅行、様々な道具、そして人生のお話などなど何でもありのゆるいチャンネルです。よく噛むのがたまに傷ですがドンマインド。チャンネル登録、高評価にコメントもどうぞよろしくお願いします。視聴者さんの推しテント26番目はトゥマウントの NI テント1になります。トゥマウントというメーカーを紹介しますと、2009年に設立された比較的新しい中国のアウトドアブランドです。特にキャンプや登山などの分野で数多くの製品を展開しています。最近はですね、日本にもかなり進出してきており、そのコスパの高さから評判になりつつあるブランドです。この NI テント1は一人用の小さなテントで、その外観がバンドックのソロドーム1にそっくりです。
ただしデザインをパクっているというわけではなく、詳細に見ていきますと様々な特徴が盛り込まれている素晴らしいテントだということがわかります。テントの構造はアウターテントのスリーブに2本のアルミポールを挿入し、魚座型に交差させるアウターフレーム構造です。インナーテントはアウターテントの中に吊り下げられているアウターフレームのダブルウォールの自立式テントです。フレームを通すスリーブ部分はアウターの天井部分にのみあり、その他の部分はフックで吊り下げる形になっています。アウターフレーム構造ですので、インナーテントを外してアウターを単純なシェルターとして使うことができます。アウターテントの天井部分、フレームを通す部分をスリーブにすることによって、魚座型テントの弱点である天井部分に雨水が溜まりやすい欠点を克服しているのだと思われます。テントへの出入り口は1箇所のみですね。後ろ側は同じ傾斜の、アウターになっていますが、出入り口はありません。インナーテントはフルメッシュではなくハーフメッシュタイプになっています。ここも使い勝手が良さそうです。テントの寸法を確認しますと、まず全長が220センチとやや長めですね。横幅は一番狭いところで80センチですが、フロアが台形を形をしてまして、最大幅は120センチあります。ここにツーリング用の荷物にギリギリ置けるのではないかと、使い勝手が良さそうです。前室の奥行きは55センチ、これも使い勝手が良さそうですね。収納サイズは 43cm×15cm ということで、40センチをやや上回ってますが、なかなかコンパクトです。重量も 1.8kg と、バンドックのソロドーム1よりもやや大きく使い勝手がいい割には重量は 2kg 割っているので、これもなかなかいいポイントだと思います。テントの材質について確認しますと、テントの生地は二重デニールのナイロン、片面のシリコンコーティング、ポールは7001のアルミニウム合金と書かれています。ボトムに関しての厚みが記載されていないので正確にわかりません。またこのテントはタイダウンする、ペグダウンする部分が全て第2まで補強されている、その辺も作り込みがしっかりされていて好感の持てる点です。魚座型フレームの特徴を生かして、このように入り口をオーニングとして立ち上げタープのように使うことができます。また床面が台形である点も非常に使いやすそうです。魚座型フレームのテントはたった2本のポールを使いながらも頭上空間が割と広く確保され、また立ち姿が美しい点、そしてこのようなオーニングを立てられる点、またこのテントは床面が台形をしていて荷物を置くスペースが確保されているなど、とても魅力のあるテントだなと感じました。例えるならバンドックのソロドーム1を使い勝手を良くしたアップデート版と言えるような気がします。この動画を作成した2025年2月下旬、Amazon のトゥマウントストアにおける公式価格は 15,999 円でした。そして追加の情報ですが、このトゥマウント NY テントには2人用のテント2というのもあるんですね。この右側が2人用のトゥマウント NY テント2です。左がトゥマウント NY テント1ですね。2人用のテントも非常に立ち姿の美しいテントですが、ちょっと大きいかなと感じます。視聴者さんの推しテント26番目はトゥマウントの NY テント1でした。とても魅力的なテントですね。カブじいさん。視聴者さんの推しテント27番目は天幕デザインのホーボーズネスト 2.1 になります。天幕デザインを簡単に説明しますと、日本生まれのアウトドアショップワイルドワンのオリジナルブランドで、テントを中心に様々なキャンプ道具を送り出しており、初心者からベテランキャンパーさんまで大変人気のあるブランドです。2011年のアイアンストーブ発売をきっかけにスタートしたブランドになります。このホーボーズネスト 2.1 は設営撤収時間をいかに短くするか、そのために様々なデザインが施されている独創的なテントです。パッと見はシンプルな2本のポールを組み合わせたテントに見えますが、実は違います。
テントの構造を確認するためにこの真上からの映像を見ますと、実はこのテントにはメインのアルミポールは1本しかありません。この映像で赤いライン、この部分にメインのアルミポールが1本だけスリーブを通して入っています。そして青色の部分に2本の細いサブポールが入っています。2本の青いラインをよく見ていただくと、片側が地面まで届いておらず、天井部分の途中で止まっているのがわかります。つまりサブポールは両エンドが地面に固定されているわけではないんですね。しかしこれによって広い居住空間を確保しつつ、重量の軽減を達成している非常に巧みなデザインです。この映像でまるで囲まれた部分が、サブポールが途中で終わっている部分、ちょうど出入り口のリッジラインの頂点部分、角を支えているという構造になっています。そしてインナーテントはこの映像のようにアウターテントに吊り下げられています。つまりこのテントはアウターフレーム式のダブルウォールの自立型ドーム式テントということになります。インナーテントはアウターテントに吊り下げられていますので、アウターテントにフレームを通して立ち上げると一気に設営が完了するという設営撤収時間の短縮に貢献しています。出入り口はこの写真の通り前後に1箇所ずつ合計2箇所あります。テントのサイズを確認しますと、インナーテントの全長が 2.1 メートル、横幅が 1.18 メートル、約 1.2 メートルですね。高さが 1.05 メートルということで、人一人が使う場合には、ツーリング用のバッグに十分にテント内に置くことができます。また前室が前後に60センチずつ奥行きがあり、非常に使い勝手のいいテントだということがわかります。テントの収納サイズは43センチ ×16 センチメートル。重量は総重量が 2.15kg と2キロを若干上回っていますが、なかなか頑張っている数字だと思います。テントの素材を確認しますと、フライシートが30デニールのシリコンコーティングのナイロン。インナーがメッシュで、ボトムは40デニールのリップストップナイロン、ポリウレタンコーティング、ポールは7001のアルミニウム合金となっています。このように、このテントはウルトラライトを目指しているわけではなく、しかし過剰にヘビーデューティーにもしていない中間を目指しているように見て取れます。また、このテントはアウターフレーム構造ですので、アウターテントにぶら下がっているインナーテントを外すことで、このようにアウターをシェルターとして使うこともできます。このようにインナーとアウター一体で設営できる設営撤収の簡単さや、アウターだけを単独で使える便利さなど、なかなか使い勝手のいいテントだなぁと感じられます。この動画作成時点2025年2月末の Amazon におけるデンマークデザインストアにおける実勢価格は 41,580 円と、なかなかなお値段ですが、それに見合うだけの魅力的なテントだなぁと感じました。視聴者さんの推しテント27番目は天幕デザインのホーボーズネスト 2.1 でした。このテントもポチるかどうか悩ましいテントですね。カブじいさん。はい。今回も視聴者さんが推すテント4つをですね、紹介してみました。どれもね、魅力的なテントばっかりでね、悩ましいですね。皆さんはどのテントいいなと感じたでしょうか。ぜひね、コメント欄にご意見いただけると嬉しいです。また、他にもこういうテントあるよといったね、コメントいただけると、とても張り合いになります。それではまた次回お会いしましょう。カブじいさんでした。週末土曜日、不定期で動画更新中です。チャンネル登録とベルマークをクリックしてぜひお待ちください。